今からおよそ440年前、信濃の山間にわずか数千の軍勢で天下の徳川軍を2度にわたって撃退した奇跡の城がありました。その名は上田城。そしてその城を守り抜いたのが戦国最強の知将と名高い男、真田昌幸。彼の知略は歴史に名を刻む伝説を生み出します。今回は上田合戦として知られる2度にわたる死闘のうち第一次上田合戦を物語仕立てでお届けしましょう。1582年、武田信玄亡き後の混乱に乗じて織田信長が甲斐を征服。その直後、本能寺の変で信長が討たれ、戦国の地図は再び混沌と化します。その空白地帯に越後の上杉、関東の北条、三河の徳川がなだれ込む。まさに天下三分の計。この戦乱を天正神護の乱と呼びます。その渦中にいたのが小さな勢力ながら知略で生き抜く真田家。正幸はこの混沌の中で東信濃の要地上田に城を築き独立を目指すのです。混乱の中、徳川家康の傘下に入った真田昌幸。しかし家康は緊張状態にあった北条氏直と和睦するため、昌幸に上野国沼田領を明け渡し北条に譲るよう提示しました。しかし沼田領は真田家が力で勝ち取った地域。昌幸は家康の提示を跳ねのけ、敵対する上杉氏に主君をくら替えします。1585年、真田昌幸の強硬姿勢に業を煮やした徳川家康は7000を超える軍勢を上田へ向けて差し向けます。父上、徳川軍が北国街道をこちらに向かっております。このままですと戦は避けられませんな。そうだな。戦うとなれば籠城戦になる。今のうちに矢沢殿に籠城の準備をお願いしておきなさい。それと上杉の援軍は期待できるのか。あまり期待できませぬな。そうか。なら上杉の旗差し物だけでも借りておけ。なるほど。旗差し物だけでも掲げて上杉の援軍が駆けつけたように見せるということですな。本当の援軍が来てくれれば助かるのだがな。徳川軍の指揮を執るのは鳥居本忠や大久保忠世ら名将たち。徳川軍は甲斐から北国街道を進み、上田盆地の信濃国分寺付近に兵を展開。これに対して真田方は約2000人だったと言われ、正幸は上田城に、長男の信行は四条の砥石城に籠城した。また四条の矢沢城には正幸のいとこ矢沢頼康が上杉の遠兵と共に籠城した。しかし徳川軍との兵力の差は歴然。普通に考えれば勝ち目などない。しかし正幸はこの戦を地の利と奇策で覆すのです。正幸は上田城の城下も取り込んだ総構の防備を構築します。城下の街路には入れ違いの千鳥掛けの柵を言わせました。左右交互に斜めに置かれた柵は侵入時はさほどでもないのですが、退却するとなると実に進みにくく、敵の慌てたところを背後から襲うことができました。8月2日、徳川方は上田城をめがけて攻め寄せました。この時真田の一隊が関川の北方で迎え撃ち、挑発をしながら敵を城下へと引き入れます。関東の兵はアホ面ばかりじゃ。弱そうじゃのう。おのれ、真田の田舎侍め。皆にしてくれるわ。徳川勢は勢いに乗り、一気に上田城まで攻め込みます。そして徳川勢は大手門を突破して二の丸へと侵入しますが、堀に阻まれて身動きしづらいところに上から大木が降ってきて、動揺しているところを鉄砲で狙い撃ちにされます。この時正幸は家臣を相手に2号を撃ちながら戦機の熟すのを待っていたといいます。殿、作戦通り敵の軍勢が混乱しております。今いいところじゃ。ちょっと待て。そして敵の混乱が大きくなってきた頃合いを見て二の丸門を開き、正幸自ら追撃に打って出ました。さて行くぞな。押し出せ。そして後退する徳川勢を
砥石城から打って出た信行勢と共に攻撃し、大打撃を与えました。徳川勢は退却中、千鳥掛策にかかって思うように進めず、そこを真田の伏兵に襲われました。そして正行、信行の攻撃で取り乱した徳川勢は神川方面に敗走。さらに矢沢頼康の部隊が神川で敵の退路を断ちます。ここから先はこの矢沢頼康が一歩も通さぬ。徳川の兵は川に追い込まれ、そこへ真田の別動隊が大量の水を放流し、多数の徳川将兵を押し流しました。この上田城、神川をめぐる戦での徳川軍1300人超えの損害に対し、真田軍の損失はわずか40人前後。真田軍は大勝利を収めます。翌日、八重原付近に布陣し、態勢を整えた徳川方は近隣の将豪族で真田氏に味方した丸子三左衛門のこもる丸子城を攻めますが、これも要害と頑強な抵抗に阻まれ攻略できませんでした。以後20日間ほど退陣を続けますが、この間に上杉勢援軍との小競り合いやさらなる増援の報に接し、家康は援軍を出すとともに一時撤退を加齢。これを受け徳川軍は28日に上田より撤退しました。その後も一部の部隊が小諸に駐留するも、11月には不代の重臣石川数正が豊臣家に出奔する事態に至り、完全に撤退することとなりました。この勝利により真田正幸は戦国大名としての独立を確立。この伝説は神川合戦とも呼ばれ、真田家の名を全国に轟かせたのです。